待たせいたしました。三段空母時代の加賀の最高賞とモデリングのリニューアルが完了いたしましたので、今回は加賀の竣工時から最終時までの改装による艦用の変化の流れを時代別にご紹介いたします。加賀は昭和3年1928年3月31日に竣工した大型航空母艦で、もともとは戦艦として竣工予定でしたが、軍縮条約の都合で廃艦が決まるも、関東大震災で空母天城が大破したことで、天城に代わり空母に改装されることになったという数奇な経歴を持つ船となっています。国際情勢が悪化する前に竣工した加賀は、建造中や竣工時の写真が大量に残されており、その姿を伺い知ることができます。今回バーチャル上で復元された加賀は1928年の竣工時の姿で、やはり艦尾方向まで伸びた巨大な誘導煙突が目を引きます。この長大な誘導煙突はイギリス海軍の空母フューリアスを参考にしたものだと考えられ、排煙が航空機の邪魔にならないように煙路を艦尾まで伸ばそうとした結果採用に至りました。しかしあまりにも周囲が高温になる上に、排煙で艦載機の運用にも問題があるなど良いところが全くありませんでした。また空母へと改装された加賀の機関は全て重油洗練艦に切り替えられていましたが、行使状態の姿では戦艦時代の名残として小型艦に限り石炭と重油による混焼艦であった可能性も考えられています。加賀は空母に改装されたことで高速力の発揮も期待されていましたが、三段空母時代の加賀の最高速力は 27.5 ノットかあるいはそれ以下で、実際は戦艦時代の計画値26ノットと大差ないものでした。欠陥だらけだった誘導煙突はすぐに改装が求められていましたが、予算の都合で5年以上この装備で運用されることになってしまうのです。加賀の艦首方向に設置されている巡洋艦のような手法は20産地連装法で、この手法は改装前の妙高型に採用されたものとほぼ同等の性能でした。この方はその後10巡洋艦に採用された 20.3 産地法8インチ砲に比べるとやや性能に劣りましたが、艦尾のケースメート砲を合わせると巡洋艦に対抗するには十分な砲撃力を備えていたと言えるでしょう。航空母艦の歴史がそもそも浅かった時代、当時は艦載機の性能が低く、空母は敵の巡洋艦との交戦も想定されていたのです。三段空母時代の加賀は対空火器として45口径10年式12産地連装広角砲を搭載していました。この砲の使用は仰角が取れる平射砲、つまり通常の駆逐艦の手法のような側面が強く、対空戦闘に特化しているわけではなかったようです。大改装後は実用的な 12.7 産地連装砲に換装されており、大改装後の加賀では撤去されています。さて次は加賀の多段式飛行甲板の様子を見ていきましょう。当時の航空写真から推定すると理由は分かりませんが、下段中段上段と木甲板の色味が異なっていることが確認できます。加賀の三段空母の内訳としては、下段のものが戦闘機用の飛行甲板、上段のものが攻撃機用の飛行甲板として主に運用されました。なお中段の甲板は飛行甲板としての運用はできず、砲塔甲板と呼ばれていました。この多段式の飛行甲板はもともと発艦と着艦という2つのシステムを物理的に分けるという考えに基づいていたものの、艦載機が大型化していくと下段の飛行甲板での運用が難しくなってしまいます。また使用上格納庫の面積を広く取れないという欠点もあり、加賀の搭載機数は保有含めて60機にとどまってしまいます。これはライバルの米空母レキシントン級に比べるとかなり劣る搭載能力でした。なお中段の甲板は砲塔以外にも羅針環境が備え付けられています。昭和初期の日本空母の設計では、飛行甲板に環境を要する島型環境空母よりも平甲板型空母の方が初着艦の事故のリスクが少なく、運用がしやすいと評価されており、この時代の赤城や加賀も島型環境は有していませんでした。しかし航空隊の指揮管制が次第に問題となっていくと、1933年1月頃の改修工事で初着艦式用に最低限の機能を持つ簡易仮設環境が設置されることになりました。この環境は加賀が大改装に入ると同年1933年11月15日頃に撤去され、赤城に移設されることになりました。この仮設環境を備えた加賀の姿は1年足らずしか見られず、現存している写真も少ない貴重な姿となっています。そして空母黎明期を象徴するような加賀の得意な姿は竣工からわずか6年程度で姿を消すことになり、1934年6月から翌年1935年6月にかけて大改装を受けることになると、
その寛容は一変します。大改装後の加賀についての詳細は長尺動画で特集しようと思っておりますので、概要だけお伝えしますが、全通式の一段甲板を持つ近代的な空母へと大きな変貌を遂げることになったのです。特に航空機の搭載能力の定数は72機、資料によっては81機と、あらゆる機関を通じて日本空母の中で最も多く、戦艦型の船体は同様にも強かったため、着艦もしやすく、搭乗員たちからは好評だったそうです。改装後の加賀の速力は28ノット程度と決して高速ではありませんでしたが、機動部隊の中核としての性能に不足はなかったようです。こちらは左舷からの比較映像になっています。改装後の加賀の艦揚は、まるで別の艦に新造されたかのような大きな変化がありましたが、誘導煙突以外には改装前の形がかなり残されているのがわかります。広角砲が新型のものに換装され、艦の反対方向でも対空射撃ができるように、上方向に設置し直しているのも確認できます。このような大改装後によって一線級の性能を誇るようになった加賀でしたが、時期によってかなり設備に変化が見られており、特に1941年1月頃の加賀の左舷からの写真が新たに発掘され、この写真はいくつかの定説を覆すことになりました。この写真の考察についての詳細も、以前の加賀の動画をご覧いただければと思いますが、大改装後に片舷5門に増強されていたケースメイト砲が片舷4門に減らされており、本来5番砲塔があった箇所はきれいに形成されているのがわかります。左舷の広角砲下部にある測距所は1935年の大改装時に移設され、最終時まで変化がないとされていましたが、1941年1月の時点では形状に大きな差があるのがわかります。また測距儀の増設されており、これは主砲用のものだと考えられています。さらに飛行甲板下部には新たに支柱や甲板が増設されていることが確認できます。これは加賀に一時期搭載されていたカタパルト関連の作業甲板ではないかと推測いたします。この増設されたカタパルト関連と考えられる作業甲板は、写真を見る限り支柱の内側に収まるような形ではないかと以前の動画では推測いたしましたが、その後コメント欄で寄せられた意見を踏まえて再度確認したところ、外舷に通路が設置されていたのではないかと考えられ、従来とはかなり印象が異なっていた可能性が高いです。右舷では作業甲板の増設以前から広角砲までの通路が存在しており、左舷でも同様の仕様に改装を受けたと考えると、こちらの意見の方がかなり自然だと思われます。視聴者方のご意見と考察に感謝いたします。それ以外にも大改装後と戦時中の加賀は環境の形状でも防空識所が拡大されていることが判明しており、全期間を通じてかなり大きく姿を変え続けました。当初の加賀はお世辞にも成功した空母とは言えませんでしたが、船体の設計や艦の大きさから改良の余地が多かったことは加賀に成功をもたらすとともに、赤城と並んで極めて複雑な形状の艦へと変貌を遂げさせていきました。もしかすると今後も新たな発見があるかもしれませんね。改装前と改装後の加賀を合わせてみました。なんかここから噴射しそう。そんなとこ住んでんじゃないよ。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。